皆さんおはようございます。前回のフォントに引き続き、テロップの説明、今回は色についてやっていきます。色も悩むポイントの一つですよね。バラエティっぽく作ろうとすると、あっという間にネタが尽きてしまうと思います。私もそうです。いかにネタを枯渇させないか、フォントの選択と配色で決まります。実際のテレビ番組の作例もトレースしつつ、どんな色、装飾をつけていくかを身につけていきましょう。では、実際にテロップを作っていきましょう。Photoshop での例を挙げていきます。まずテキストを打っていきます。例文なので、実際の煽りやサイドボイスフォローといったテロップと勝手が違いますが、その辺はご容赦ください。例文はまたイーハトーのです。テロップの色について特に決まりといったものはありません。ですが、効果的に映像を見せる、かつ内容がわかるような配色を心がけましょう。まずは基本の白黒です。文字の色、エッジの色の順番を意味します。基本となる配色です。どんな映像にも合うし見やすいです。赤、白や黄、黒など何色であっても配色の順番は文字、エッジの順が多いかと思います。エッジをハードかソフトにするかでも印象が変わってきます。ハードだと簡素というか事務的。ソフトだとちょっとおしゃれな感じに見えませんか？では色をつけていきましょう。基本として暖色と寒色、中性色という分け方があります。暖色は赤や黄色、寒色は青や水色、緑や紫についてはあまり言われませんが、中性色という分類になります。基本的には下地となる映像の色合いに被らないような色を選びましょう。例えば明るい映像なら文字色は暗めのものといった具合です。色が思い浮かばない場合はその場面からイメージするといいでしょう。ただし下絵と同色系の場合は白黒テロップと同じようにエッジに輝度の差をつける、または色相が異なる色を組み合わせるなど工夫しましょう。座布団と呼ばれるマットを敷くのも効果的です。そのデザインを考えないといけなくなってしまうんですが。ただし RGB を組み合わせた、特に赤と緑や赤と青といった配色はあまりお勧めしません。実際にあまり見かけないと思います。補色と言われる、単純に言えばベクトルスコープで反対に位置する色の組み合わせはテロップに向かないことが多いです。正直この辺は僕はちゃんと学んでいないのですが、映像よりも突出して目立ってしまうのが良くないからかなと思います。青に黄色という組み合わせはありかなと思いますが、この辺は好みなどもあって難しいですね。グラデーションを作るときも同系の濃淡がおすすめといいますか無難です。ただし間に白を入れることで大抵の組み合わせもありに持っていきます。おすすめしない例に挙げた赤と青の組み合わせも白を挟めばトリコロールカラーとしてありになります。組み合わせの他にテキストの一部だけ、例えば強調したい単語に注意喚起を促す暖色を混ぜたり、レイヤースタイル、装飾を付け足していくなどの手法でバリエーションが増やせます。色や装飾についてもフォントと同じく系統ごとに決めて作るとコンテンツのまとまりが出ます。煽り系テロップは派手に、ボイスフォローはシンプルにといった感じで自分なりに整理しておきましょう。
では実際の番組を参考に作ってみましょう。最初のお題はナニコレ珍百景です。ではやっていきましょう。このフォントはユールガですね。今回は画像から切り抜いて使っていきます。まず境界線とドロップシャドウで白文字部分の再現をしていきます。ドロップシャドウと内側のシャドウ交際で立体感を表現するやり方はぜひ覚えてほしいポイントです。具体的には角度を135度、スプレッドまたはチョークを100にしてサイズを上げていくと厚みがついたような表現になります。角度はあくまでも目安です。フォントによって若干変わります。今回は115度ですね。次に赤いエッジをドロップシャドウで再現していきます。一度ドロップシャドウを使ってしまうと、さらに外側にエッジをつけるには距離をゼロにしたドロップシャドウで対処しないといけません。グループ化すれば新たに境界線を使えますが、今回は1レイヤーで完結させていきます。ちなみに自分で3原色、赤、緑、青を作るときは数値で決めることが多いです。赤なら230、30、30といった感じです。255、0、0で作ると放送基準値、ベクトルスコープに収まらない色になってしまうので気をつけたいところです。と思って確認したんですが、収まってますね。プレミアのベクトルスコープは参考程度にしておくのがいいと思います。はい、完成しました。次の例に行ってみましょう。では次、世界の果てまでイッテ Q からです。フォントはマティス・ミノリヤマトというフォントです。このフォントはフォントワークスのレッツという契約で使えるのですが、学生向けだと年間990円で使えます。動画コンテンツにも使えるということなので、これがどれくらいお得かというと、通常契約が初回入会金33,000円、年間39,600円ですから、学生さんは羨ましいっていうか、文字もでも使えるフォントを増やしてほしいです。それは置いておいて、まず文字色の部分、赤のグラデーションを再現していきます。次に白いエッジとドロップシャドウの厚みを再現します。立体感を出すために影の部分はやや明るさを落としていますね。最後に周りの黒ぼかしエッジを再現します。はい、完成です。どうでしょうか？厚みのあるエッジだと TFX アーティストを使っているかなと思いましたが、Photoshop でもそれなりに再現できました。エッジをどう再現するか。今回のドロップシャドウは構造の簡素化のための策ですが、グループ化してさらに境界線などを適用するやり方もありますので、ぜひいろんなやり方でやってみてください。はい、いかがでしたか？ざっくりと色の付け方を紹介しました。色彩心理学でちょっと検索するだけでも、色と意識の関係が分かって色を決めるポイントになります。例えば、深漆色と光体色、興奮色と鎮静色などとテロップの文言を合わせて考えるとスムーズに作れるようになります。次回はテロップの締めくくり、レイアウトや出し方についてやっていきます。それでは今回はここまでです。お疲れ様でした。